その高級肉、試食選びを間違えただけで最後まで苦行になるわよ。いきなり夢を壊さないでほしいのだ。巨大な肉は男の憧れでしょう。夢のバーベキュー、皿に残った肉とパンを見てから言いなさい。肉もパンも副菜もあるのに、食事が進まないなんて嘘でしょう。豪華さを足し算すれば、満足まで増えると思った時点で負けだわ。高い肉ほど無限に食べられる。それが世界の真理だと思ってたのだ。油と濃い味が続けば、後半の一口ほど重い仕事へ変わるのよ。まさか憧れの海外飯が食べきるための勤務表になるのだ。しかも横では焦げ目のついた小さな米だけが消えていくわ。待ってほしいのだ。主役の肉より焼きおにぎりが先に消えてる。高級肉が負けたのではない。肉を支える主食が負けたのよ。パンは肉の相棒じゃないのだ。長年の友情が崩れてしまうのだ。相棒でも食べ主に休憩を与えなければ同じ重さの一員だわ。肉を残せば罪悪感、食べ続ければ疲労、入り口から罠だったのだ。ただしこれは米国全体の話ではなく1店舗の1投稿よ。一件だけでも肉の横から米が全部さらう光景は怖いのだ。なぜ米国の食卓で日本の残りご飯が勝てたのか見ていくわ。感動話を始める前に今回確認できる範囲を4つに分けるわ。店舗、投稿時期、料理の構成、焼きおにぎりの提供方法よ。数字と資料から始めるなんて夢の食卓が急に監査室なのだ。数字のない感動話は料理ではなく語り手が足した味付けだわ。じゃあ価格や重量も画面で確認できる数字だけを見るのだ。当然よ。単位と確認時点がない数字は豪快でも資料にならない。大きな肉を見たら心の中で勝手に3キロへ育てていたのだ。あなたの食欲を測定器に採用する期間は変に現れないわ。公式の構成では肉だけでなくパンや複数の副菜も確認するの。豆料理もコールスローもあれば味変は十分に見えるのだ。見た目の種類と食事中に感じる軽さは別の評価軸だわ。甘い豆料理まで重く感じたら逃げ道が閉鎖されるのだ。その可能性を考える。でも実際の客の感想には勝手にしないわ。再現の疲労と投稿で確認できた反応は分ける必要があるのだ。ようやく理解したわね。事実と演出を混ぜると分析が腐るのよ。値段が高いから悪い料理という雑な結論にも逃げないのだ。一時投稿は投入前、加熱、提供、反応という順序で読むわ。短い映像でも順番を守るだけで妄想の混入を減らせるのだ。調味料や器具も画面で確認できないものは台本へ足さない。香ばしいから全部醤油味なんて決めたら失格なのだ。米国で一般的な副菜の資料とこの店舗の構成も分けるわよ。1店舗の反応を全米の流行に巨大化させてはいけないのだ。その上でなぜ小さな米が食卓の流れを変えたか考えるわ。これこそ週末のご褒美。大きな肉見るだけで元気になる。現場担当のネモが完全に巨大な肉の魔力へ捕まってるのだ。月に夢を見せなさい。現実は数口後から請求に来るわ。最初の一口香ばしい肉汁もたっぷり。これは最高の時間です。ほら見てほしいのだ。肉の勝利宣言がもう始まっているのだ。一口目の感動だけで最後までの満足を採点するのは早いわ。自派パンも一緒に食べる。肉の味もっと大きくなる気がする。肉にパンを重ねる豪華さの不平豪華さを増築したのだ。そして食卓から口を休ませる空白が消えていくのよ。美味しい。でも少子重い。口の中に同時強さがずっと残ります。さっきまでの祝祭が静かな持久走へ変わり始めたのだ。油、甘い味、柔らかな食感、その連続を再現しているだけよ。一品ずつは魅力的でも全員が同じ方向へ押してくるのだ。豆料理食べてみる。甘くて濃い。休憩のつもりが追加の仕事です。副菜が悪いのではない。組み合わせ次第で役割が変わるの。味を変える休憩のはずが別方向の重さを運んできたのだ。コールスローも食べる。デモ肉の存在感まだ口から切りません。豪華な皿ほど逃げ場の設計が見落とされることもあるわ。パンじったけど今は戻します。消脂水をいんでこう得たいです。パンを持ち上げて戻したのだ。無言の判断が一番怖いのだ。これは合成的な再現よ。実在客の行動として語ってはいけない。でも食べ師の疲れを考える模型としては胃に刺さるのだ。高い肉残したくない。デモ字の一口なぜか遠く見えます。高い肉を残すのは罪悪感、食べ続けるのは苦行なのだ。最後の一口が契約残業、豪華さが大金を許さない皿だわ。肉派的じゃない。でも助けてくれるなんかが皿に即いないです。肉もパンもあるのに食事を進める相棒だけが不在なのだ。量は満足を保証しない。逃げ場のない豪華さは皿の労働よ。一口目の完成が最後の一口の保証書ではなかったのだ。美味しさと食で安さ同時言葉じゃない。今
よく分かります。味の評価と食事全体の進み方は分けて観察するべきだわ。肉を責めるより皿全体の交通整理を見るべきなのだ。そうよ。渋滞の原因は主役ではなく脇役の配置かもしれない。この閉鎖された食卓へまさか日本の米が侵入するのだ。待って、なぜ肉の聖地に昨日のご飯みたいなものがいるのだ。静かに見なさい。止まった食卓へ小さな異物が入ってきたわ。これ花にですが、パンより詳細、手でもしてる前の形です。焦げ目のある焼きおにぎり、見慣れた地味さが逆に怪しいのだ。革命は高級食材ではなく余り物の顔で入ってくるものよ。さっきまで重かった画面が急に別の食卓へ切り替わったのだ。詳細から1個だけ試しせる。肉の横に置けいても邪魔になりません。パンより小さく片手で持てる。その形にも役割があるわ。救世主にしては地味すぎる。でも今は地味さが頼もしいのだ。ここが地獄から聖域への境目よ。主役の席はそのままでいい。肉を倒すのではなく、肉を最後まで食べられる流れを作るのだ。日本では焼きおにぎりを素朴な料理として見かける機会がある。残りご飯を握って焼けば立派な一品になる便利な存在なのだ。ただし普及の程度は資料の範囲で語る。国民全員などと言わない。僕の冷凍庫では多数派でも日本全体の統計にはならないのだ。日本人はこれを奇跡ではなく冷蔵庫整理と呼ぶことがあるわ。冷蔵庫整理が海外の豪華な肉を救うなんて皮肉すぎるのだ。聖域の日常は外では非常装備になる。それだけの話よ。冷凍庫の焼きおにぎりを国家備蓄と呼びたくなってきたのだ。あなたが食べ尽くす備蓄は国家ではなく個人消費だわ。見た目は素朴です。だから濃い肉の横で少子安心します。高級感を競わないからこそ主役の肉と衝突しにくいのかもね。ここからは確認できる構造と考えられる要因を分けてみるわ。理由が実験で確定していないなら勝手に断定しないのだ。まず表面の焼き目と内側に残る水分の対比が考えられるわ。外側の香ばしさから内側の柔らかさへ口の感覚が変わるのだ。加熱で生まれる香りも候補よ。ただし成分は飼料の範囲で扱う。香ばしいから油を分解するなんて健康話には飛ばないのだ。その通り。香りと食感を生理効果へ勝手に昇格させないこと。肉の柔らかさの後にそういった表面からいる口の中が変わります。単調になった食感へ別の輪郭を置く可能性があるわね。肉の味を消すのではなく次の一口までの景色を変えるのだ。豪華な食材を増やさず食べる順序に変化を作れるわけよ。小さく握ってあるから一個ずつ量を調整しやすそうなのだ。片手で持てる形も屋外の食卓では扱いやすい要因になり得る。肉を食べて次に米、その後また肉、順番が作りやすいです。肉と米を交互に食べるだけで皿に休憩場所が生まれたのだ。米が肉汁やソースを受け止める相性も候補として検討できる。断定はできなくても皿の中で役割が見える仮説なのだ。パンとの優劣を普遍化せずこの組み合わせの差として見るの。パンが悪いじゃない。今日の皿ではこの米が助けになります。国同士の勝負ではなく食卓の設計変更だったのだ。残りご飯という救済物資が豪華な肉の進行を支えた構図ね。もう肉より先に焼きおにぎりを確保しないと不安なのだ。依存先を変えただけなのに成長した顔をしないでほしいわ。では判決よ。機能したと考えられる要因を5つに整理するわ。香り、水分、食感差、形態性、そして肉汁との相性よ。どれも焼きおにぎりだけの魔法ではなく役割の候補なのだ。一次資料で見える要素とそこから導く仮説は表示を分けること。人気だったから5項目全てが原因と決めたら飛躍なのだ。賢くなったわね。因果を確かめる比較実験まではしていないもの。それでも食事の流れを考える材料としては十分に面白いのだ。この一件で負けたのは肉そのものではないと考えられるわ。肉の合間を支えられなかった既存の主食や副菜の配置なのだ。パンの敗北。ただし判決が出たのはこの一件だけよ。米国全体で焼きおにぎりが勝った話にはしない。覚えたのだ。限定された事例だからこそ何が起きたか丁寧に見られるのよ。一方で豪華さを量や価格だけで設計する危うさは残るわ。高価な品を増やすほど食べしの休憩場所が消えることもある。主役を目立たせるには脇役まで同じ音量にしないことね。肉端役のままです。でも米がいると最後まで主役を見られます。豪華な肉が素朴な米の支援なしでは進めない逆転なのだ。米国の肉が日本米へ降伏した題名としては痛快な比喩だわ。市場や文化の勝敗ではなくこの皿だけの対戦結果なのだ。料理の価値は価格だけでなく食べ進める流れでも変わるのよ。次のバーベキューには冷凍焼きおにぎりを大量に持参するのだ。あなたの場合肉をすくう前に焼きおにぎりだけで満腹になるわ。救助隊が現場へ着く前に
全部消える未来が見えて怖いのだ。豪華な肉を最後まで食べさせたのは主役を名乗らない米だった。次からバーベキューの参加費は焼きおにぎりで払うのだ。次回は海外の高級料理を支える別の日本の脇役を検証するわ。派手な主役の後ろで働く地味な救助隊を見逃せないのだ。ファンの敗北、その続きを見届けたい人は登録して現実を見なさい。焼きおにぎりを確保して次の検証にも参加するのだ。